ホワイトミドルクラス買いシミュレーター。無料だしやりましょう。いいよ。白人の中流階級の平凡な日を体験できるらしいわ。G でスタートみたいだし始めるね。G を押して紙にスタンプを押せるわね。何の仕事だろう。事務系でしょうね。この作業ずっとやらされるパターンある？やることが頻繁に変化する仕事の方が珍しいと思うわよ。ちなみにストア説明には、これまでに作られた中で最も退屈なゲームって書いてあったわ。1ヶ月に1回は見るやつだね。正直無料なら大体許せる。5時だから退勤するみたいよ。普通5分前から帰り支度すると思うわ。謎のグラフが気になる。手ぶらなのも妙ね。きっと必要なものが全部ポケットに入るタイプの人なんだよ。たまにパンパンな人いるものね。他に人いないの寂しい。中流階級は孤独なのね。家に帰れば家族が待ってるんじゃないかな。謎の絵。オフィスの入り口あるあるだね。あら、マイカー通勤かしら。仕事終わりって眠くて事故る。ガム噛んで目が覚める曲でも流しなさいな。眠い時は何しても寝ちゃうんだよな。さあ帰宅ね。中流階級の家での過ごし方気になるから楽しみ。あ、渋滞？帰宅ラッシュは車でもあるのね。待ち時間暇だし、動画にならなかったゲーム軽く話しましょう。1本30秒くらいでならいいよ。このゲームはここから進まないので、このゲームの動画目当ての方はこれ以降見なくて問題ないです。ハニーやーゆうぜ。メンタルやられた男マシュー・ネイトが家の中で女性の幽霊に悩まされてるってホラーで、操作性、グラフィック、シナリオが良くて30分くらいで終わるコンパクトさが良かったやつ。家の中のオブジェクトに無駄がなくて、主人公と幽霊の関係とかもすっきり終わるのが良かったよ。そんなに流ゲーならなんで動画にしてないの？ 15分分くらい編集してたけど編集中に飽きたんだと思う。翻訳テキストが無駄になったわね。存在しない鳥っていうホラーゲームは、鳥の専門家を父に持つ女性が主人公で、子供の頃、夏前にコマドリの絵を描いたら先生や友達が褒めてくれたのに、夏休み後の新学期に鳩の絵を描いたら誰にも何を描いたか分かってもらえず、伝えようにも鳩も鳥も言えないことに気づいたっていうのが序盤。もしかして長すぎるから動画にならなかったって話？いや、驚かせなし、幽霊とかもなしで読むだけだけど長くはないよ。全部読み上げても1時間くらい。ならなぜ？やればわかると思う。スポーキーシェルターは幼少期を過ごした孤児院を見に行くんだけど、シナリオほぼなくてやりにくくて分かりにくかったからボツ。録画日時順に見たけどキリがないや。これ以外にも録画ファイルあるの？いっぱいあるけど覚えてないやつは消していこうと思う。忘れないうちに没紹介もするべきかもしれないわね。月末にその月に遊んだけど動画にする気ないやつとかで。その動画作れるなら普通に動画作れると思う。まあそうね。これ本当に動かないのかな？ストアの動画はオフィス出るまでで、スクリーンショットは渋滞画面までだったってことを教えておくわ。はい。一応ですがスタンプを押さなくても5時にはなります。5時になっても立ち上がらなければ時間は停止したままです。立ち上がると渋滞までノンストップだから、本当にやれることはなさそう。まあそういうゲームだものね。ゲームか悩むところではあるけどね。あとこういうゲームって確かにつまらんでグッと押すのか、つまらなかったなーでバッと押すのか、いつも悩む。悩んだらグッと押しておきなさい。オッケー。中流階級のことは何にもわからなかったよ。まあ別にいいけどね。夏も終わるし、そろそろいい感じのホラゲーがやりたいね。何かしらいいゲームがあったらまた持ってくるわ。それじゃ、またね。ご視聴ありがとうございました。